いくらのデジョンです。今回はね、タウンホール16のね、小マッチを見ていきたいと思います。世界チャンピオンのクラッシュチャンプス VS クリエイターチーム、イッツとかね、率いるね、クリエイター軍団5人がね、選ばれた対戦になります。これね、ジョーカーさんの方がね、ライブ配信してたんですけど、僕の方もね、手挙げてたんですが、ジョーカーさんの方がね、早かったので、じゃあ譲りますということで、僕はね、配信しなかったんですが、この、入ってるね、チャンネルがいるので、僕もね、見ていこうと思います。どんな感じなんだろうね。早速見ていくような形になると思うんですが、試合が始まったんでね、アタックのところまで飛ばしていこうと思います。早速ね、ファーストマッチが行われるようですね。ファーストマッチというかね、最初の対戦ですね。柔道がアタッカーのようです。さあ、編成はクイヒーのスーパードラゴン。リターン型。特に16っぽい新しい要素はなくって感じかな。12時の方をシューター使いつつ、クイーンは対空砲取りたいと思うんですけど、だいぶ逸れてますね、これね。ちょっとクイーンの初動の置き位置をミスってしまったので、ずれてる感じにはなってますが、対空砲取るところまで行きたいって感じかな。ウィザードとかベビドラとか大きくカット入れて。いやー、嫌ですね、この入り。こういうね、みんなが何気なくやってるクイーンの展開とかもね、上手い人たちは。どうなんだ、これは。なるほど。タウンホール側から行きたいってことか。キングに捕まりたくなく、なおかつって感じだったのが、ちょっとだけ音量上げますね。急に音が。小さくなったんで、音上げていきましょう。対空砲両サイド拾ったので、ここからスーパードラゴン開始って感じですかね。スーパードラゴン自体が新レベル出てるっていうところと、防衛施設の方がね、カンストになってるので、その辺もちょっと面白いところですかね。ポイズンタワーがピヨーンと投げられていきつつ、ここは一旦フリーズ欲しいところですが、ここはフリーズをかけつつ、ちょっとスーパードラゴンの進みはもうあんまり良くないですね。さあ、乗ってきたところでレイジトームと焦っていきつつ、クイヒーの方もフリーズを置いてですね、ヒーリングトーム。これタウンホールから入る系はヒーリングトーム結構相性いいかなとは思いますね。このタウンポイズンに合わせてトームかつヒールで無効化をね、よりケアをしていくという感じですが、ちょっとクイヒールートがやばすぎるかな、これは。クイーンの方は黒く打ちつつ、これは特にクイーンの方はヒーローの装備はカスタマイズしてない形になりますね。アーチャーも出てて、インビジブルというところで。で、ここからキングとロイヤルチャンピオン、ウォールブレーカーまで追加していきます。シューターは12時破裂してるような状況。防衛ラバハウンド。とりあえずラバは一旦試しというか、パピーの数は減るにしても、強いでしょというところですかね。呪文の数はもうこれで打ち切りになってるので、防衛確定と。ピーカスなんかすごいね。フィンガー、指になんか入れてますね。手袋の先端みたいなのつけてますね。滑り止めみたいな感じかな。さあ、ピストを使っていって、早めに使いたいそこは。ピスト使いつつ、ロイヤルチャンピオンがパピーを殴っていくと。ラバの目的ってこういうことなんだよな。パピーの数が減っても。結局こうして殴り続けると。で、ロイヤルチャンピオンに関しては、消える子をね、スプリットフォックスを入れてたんですけど、もうすでに死んでいるので、丸見えと。この伸び見るとちょっと初動のクイーンのコントロールさえうまくやれば、もしかしたら前回取れたかもしれないですね、これ。こんな伸びるんだ。95までいって、キングは吸血ヒゲかな回復してそう。さあ、対して世界最高の一番手、ピーカストロア。世界大会でも MVP だったんじゃないかな。さあ、編成はなんか面白いですね。ヒーラーは2体の、ルートライダーとかをいろいろ入れてますね。のラバル系。ラバーはいないのか。バルーンですね。アーチャーとガーゴイルで細かくユニットをサイドカットに使いつつ、出てきたスケルトンに関してもシューターの燃焼ダメージで。これシューター強いですね。で、ここからクイーン12時やや右寄り。なるほど。クローク打ってヒーラーの方を5体に増やしていきました。この使い方強いな。結構ね、ありそうだよね。これインビジブルじゃなくて、ブーメランとかでもいいんじゃないかな。ブーメランじゃなくて、なんだっけ。ジャイアントアローでも良さそうですね。どうせ初手にクロック使うならインビジブル化する必要がないんで、適当にでもダメージ入れとくのはありかなと思うので。選択肢の一つとしてジャイアントアローとヒーラー増やすやつは結構ありかなと思ってました。さあ、ここで別動隊のキングアイゴレパート始まります。エレクトロタイタンも追加か。ここにルートライダーつけていくんですね。で、
ジャイアントからのロイヤルチャンピオン、ここストライカー処理を外周部3時行っていきつつ、援軍に対しては当然ポイズン。さあ、ヒーラーちょっとエアスイに押されてたか、戻ってきて、ここはインビジブルで延命。クイーン黒くないからね、ここすごいギリギリの延命です。さあ、レイジをきつつ、スケルトンの呪文も、ここはサポート使っていくと。いいウォールブレーカーですね。で、ルートライダーがどんどん穴を開けてくれる。これうまいね。で、タウンホールに関してはシューターがしっかりダメージを入れてくれている状況。3時の防衛施設は、ロイヤルチャンピオンでカットすることで、ルートライダーがしっかりまっすぐ進んでくれるような道を作ってくれると。そういう意味でのロイちゃん仕様ですね。で、フリーズヘイストを9時に締めで行っていくと。で、ロイヤル、クイーンはしっかり投石の方戻ってきてくれましたね。ちょっと、それかけてたところだったんですが、戻ってきてくれて、クロークがないっていうのがね、唯一懸念しなきゃいけないところなんですけど、クイーンのルート上でそんなに火力の高いところも少ないのでっていう形かな。まあ、事前にスケルトンの呪文を置いたりとか。いや、余裕すぎますね。バルーン10体手元に残ってんじゃん。なんじゃこりゃ。超絶余裕の、これぞ世界チャンピオンという圧倒的全開ですね。アイス全開。いや、今のは余裕すぎましたね。さあ、オレンジジュースって方僕知らないんですけど、多分、どこな、なんか、パッと見はアジア系の感じはするんですけど、おー、サービス終了、ルートライダー型。ルートライダーとスパーチャですね。さあ、ただこれが、迫撃砲の位置に釣られて、ルートライダーまっすぐ進んでくれてる。おー、突撃艦か。なるほど。突撃艦をぶん投げていって、トームを合わせていきます。まあ、タウンホール回廊配置なんで、まあ真ん中で落としてほしいという形かな。ヒーリングトームですね。ここは回復もつけつつ、タウンホール届きました。突イエティ、タウンホール落とすと、ぐるぐる回るだけでもいいよねって感じだと思うんですけど、タウンホール落ちるこれ。呪文レイジ打ってなくない？ああ、落ちた。ここは温存していきましたね。さあ、レイジを、なかなか面白い位置に打っていきましたね。これは上の方にもレイジを置きつつ、まあ、呪文が天才とかではなく、結構純正と言うべきか。ロイヤルチャンピオンにレイジをかけていきます。スプリットフォックスですね。この、インビジブル化することを最大利用するためにレイジを合わせて使ってる感じかな。外周部の防衛施設のケアとかもちょっとなかなかできてないですね。さあ、クイーンとロイヤルチャンピオン残ってますが、ループはこれは防衛だ、やったーと。クロークも持ってますが、ここでヒーラーが出てきました。面白い。ここからクイヒーになります。この状況から、レイジ1枚とヒーラー出てきたら結構強かったかもね。あとフリーズとか持ってて。ただ、ここは火力も高いので落とされていってというところ、大きくガッツポーズ。ルートライダーの殺臭とかもね、ちょこちょこ、結構新しいやり方とかみんな試し、一等編成なのかな。ルートライダー自身がね、強いんでね、まあ結構、イエティのサービス終了みたいな感じで、いろいろ新しい形は見つかるかもしれないですね。さあ、77% です。さあ、パトリーニョですね。これヒーローの、これ今から使う方なのかな？どっちなんだろう？ヒーローギアは、今使ったやつなのか、今から使うやつなのか、今から使うやつわからないよね。さあ、若干遅れてのスタートですが、スケルトンインビジブル、これは基本的には変わんないですかね、15の頃の攻めと。真ん中取りつつ、スプリットフォックスがロイヤルチャンピオンついてますね。普通にガブカットから。配置自体も結構、ね、前回対策ベースにはなってるので、ロイヤルチャンピオン消えながらここで使っていく。なるほど。マルチインフェルノまでが狙いなような角度に見えますが、ここはインビジブル消えていく。さあ、テスラ美味しい。ここでそろそろ、消えてほしい。マルチ IT が、ボックスに対しても結構ダメージ入れちゃってるので、もうロイヤルチャンピオンは消えることができないという状況ですが、火力に関してはだいぶクエイクのキングなんだ。フィスト使ったけどちょっと大スカリですね。面白いことしてきてますね。マルチ IT のところまで穴開けできれば、マルチ IT をキングで拾えるよね、みたいなクエイク採用だったと思うんですけど、ちょっとここはうまくいかなかったですね。外周部はバルーンのサポートも入れつつ、いいスケルトンと、クイーンのためのサポートも強いですね。ゴーレムも強い。残ってしまったマルチ IT ですが、クローク飛んでいく。
キングも伸びてる。これはボマーをマルチ IT にリカバリーで刺しつつ、そうですね。テスラビズトあたりからバルーンを追加してタウンホールラバル開始したいところですね。ヒーローはもうすべてウォーデン以外は使い切ってしまったので、ここからはラバルのみで突破しなきゃいけません。当然フリーズはタウンホールへ。レイジはないんでね、ここ。バルーンの数を結構タウンホールに集めなきゃいけないですね。マルチ IT もようやくボマがケアしてくれて、ヘイストからの一気のトーム合わせていきます。アイスラバがまだ残ってるんで呪文は切れてるんですけど、一応フリーズはつけれますね。ストライカーに対しても強いのがこの大砲が。確かに。さあ、ここはホーミングも拾ってくれて、むしろフリーズを作りたいポイント。いいフリーズなんですけど、ストライカーが連鎖でどんどんやられていきました。ちょっとここね、もったいない出し方にはなってましたね。まあ、この辺はまだ新要素慣れてない感じがわかりますね。ただなんか、ボマーからのドラゴンライダーも強いしで、ライダーも新しいレベルなので、背中の色が変わってるかな。バルーンはね、やっぱ新レベルで大きく見た目が変わりましたね。僕も最初にこのバルーンをレベル上げたんですけど、対戦出ないとバルーンの使い道がなかったなって思ってるところです。はい。さあ、残り時間はかなり際どいところですが、どうでしょうか。間に合うか。間に合ってそうなリアクションをしている。ダクタン、ダメージ入ってたんですね。ナイス全開。さあ、クリエイター側3人目かな。クラッシュバッシングはクイヒーのディガホグですね。見習いウォーデンつけていく形かな、クイーンの方に。これもね、タウンホール15最後の方に結構流行った編成の一つですよね。ホーミングチェックが非常にいいですね。どんどん引っこ抜いていって。で、ロイヤルチャンピオンに関しては、フォックスをつけてますね。まあ何かしら新要素を入れてほしいような対戦にはなってると思うので。ホーミングチェックもしっかり入れつつ、ウォールブレーカー。いい流れですね。ただ結構トルネとかは怖いけどな、この角度。解除できないんでね。防衛施設がないんで、スニゴブとか刺さない限りはここ、解除ができない形になってますね。さあ、タウンホールのところまで綺麗に。やはりタウンホールを打つタイミングでかかるトルネード。綺麗にかかっていきます。フリーズかけていきますが、対空砲からの横打ちがうざいので、そろそろ始めないと。フリーズをかけて守っていきますが、始めるのがちょっと遅いな。あと、見習いモーデンつけてないっすね、これね。さあ、クイーンクロークは、ジャイアントアローで飛んでいきました。クイーンにレイジを置いていきますが、ヒーラーがいません。そして結構思うんだけど、これ、ジャイアントアローをつけた形のクイーンって、クローク使っても HP 回復ないから、だいぶ、際どいところまで貯めるとすぐ死んじゃうんだよな。これ結構ね、気をつけないといけないポイントですね。今までの感覚だと、タウンポイズンで普通に死ぬからね、タウンポイズン当たらない角度で、やるならまあいいんですけど、まあ、今のもね、かかってないにしろすぐ死んだからね。さあ、ダブルヒールをきつつ、ミライローデンはディガホグの方をつけてますね。なるほど、なるほど。これあれだね。ヒーリングトーム使うから、ライフオーラがなくなっちゃうので、ミライローデンを本体に使っていくってやり方ですね。結構本体に必要な、フォックスとロイちゃんそんなに離れ離れになることあんの ?6 時にいたよ、フォックス。で、ロイヤルチャンピオンゴリ押しで合流しつつ、ここで、フォックス消えていく。強くね？すごいな。あとも結構、防衛できたやろみたいな顔してたけど、あまりの伸びに、そんなことあるみたいな顔してますね。ちょっと攻撃側の強化がね、目立つアップデートになってましたからね。これ、いけるんだ。でもなんか、大体のプランと、あれはね、そんなに悪くなかったし、いいところもあったので、しっかり前回まで伸びましたね。いや、フォックス強いな、こうやって見ても。まあ、ディギにはディギの良さもあると思うんですけど。ウォーデン、ディギもいいですね。今みたいなディガホグとかだとウォーデンにディギを使っていく判断はいいかなと思います。あとはポイズンリザードと悩むぐらいかな。さあ、リオは、これは陸の本体に使っていきそうな感じのルートライダーですかね。クイヒールートライダーというよりはどうなんでしょう。でもわかんないな。リターン型ですね。ストライカーまでつけつつ、マルチアーチャーターまで降りたいクイヒーですかね。シューターを9時に置いてるような状況になります。ペッカはキング処理用に使うんかな？イエティとかではなくペッカ。サイドカットに使うんかな？さあ、クロスボウまで見に行きますね。レイジターの解除もここで行えつつ、
回収はここでしていく。で、下に持っていくので、ヒーラーの数は5体出してもよかったって感じなんですけど、投石からのターゲットが入ってしまう。めっちゃ喜んでる。ヒーラー1体死んだことに対して、ジュードがめっちゃ喜んでいます。スーパーバーバリアンを投石機に差し込んでいく。うまい。昔とかだとね、これドラゴンライダーとかバルーンとかでやっていく感じだったんだけど、これスーパーバーバリアンでできるの方が安定感圧倒的に増しますね。エアスイーパーもあるとこなので。このスーパーバーバリアンのカットうまいね。スーパーバーバリアンも新レベル出てるので、ここはエアスイーパーまで降り切りつつ、フリーズとかかけないと結構辛そうですが、これ意外と耐えれるんですね、ストライカー。いや、カーリクたっけー、クロークさすがに。いやこれ自分でクロークをしたいレベルの HP だったけど今。マジえぐいことすんね。さあ、ここで、キングをよそに釣っていってシューターにダメージが入らないようにしつつ、これキングでターンホールを取りに行くんですね。クイヒーだった。なるほど、面白い。で、ルートライダーはルートライダーで、オーデンとつけて一緒に進めていくと。なるほど、なるほど。で、ロイヤルチャンピオンは姿見えないモード。クイーンはクローク使いつつのウォールブレーカー。トームをかけていきます。レイジ強いですね。ちょっと防衛施設のカットがうまくできてないので、ルートライダー自体はかなり分かれて動いてますが。さあ、これタウンホールどうだ？キングの方タウンホール届きましたが、フェニックスモードで降り切る。ルートライダーはガンゾルしてますね。ロイヤルチャンピオンはそれでもフォックスがついてることで、隠れるだけで、これ呪文使わないでこんな伸びるのやっぱえぐいな。フォックス強ないやっぱり。普通にめっちゃ強いと思うんだよな。ルートライダーも、逸れてしまったものの圧倒的数が残っての全開ですね。いやー、これ他のユニットだったら、他のヒーローペットだったら、全然こんな伸びてないと思うけどな。今のはプランニングとね、クイヒーのリターンのところは上手かったっていうのはあるんですけど、ロイちゃんパートっていうか、ルートライダーパートの方はね、結構大崩れしたと言ってもいいレベルだったので、まあ、結構ユニット性能で全開が取れたアタックと言えるかなと思います。さあ、いつクイヒーのドラゴンライダーリターン型、タウンホールまで拾いに行くような形になるのかな。ドラゴンライダーも新レベル来てますからね、面白いね。さあ、ストライカー処理を行いつつ、ドリル採用し、うわ、クイーンやばい。うおー、レイジ追加。大砲を使ってサイドカットを行っていきます。ホーミングチェックバルーンもここは通しに行くと。しっかり拾いつつ、いいですね。レイジフリーズ間に合っていく。ターンホールまで拾って、まあ、クロスボウとかまでレイジ乗ってるんで、そのまま降りに行くかな。折ってもいいところですが、関係ないんですね。そしたら、ルート上で。ウォールブレーカーはすでに入ってて、ここはキングのため、イーグルの方に進めていくようなクイーンルート。ドラゴンライダーはそうなると4時かな。対地クロスは残したいんですね、じゃあ。こっちに行かないとモノリスに向かうドラゴンライダー作れないので、キングのサポート、ストライカー。まあ今でこそね、ジャイアントガントレットっていうヒーローのね、ギア来てるんですけど、ここで使えたらめっちゃ強いですね。リクスケ一瞬処理して、みたいな。ロイちゃんも処理が一緒にできて、みたいな。で、ドラゴンライダーパートスタートです。ロイヤルチャンピオンはポックスなので、クイヒーラバルとかクイヒーのこういうライダーの時に、ロイヤルチャンピオン陸編成だと、ヒーリングトーム。姿が見え見えなんでね、ディギーとはいえダメージを対地クロスから攻撃受けまくっちゃうので、こういうフォックス採用はめっちゃありだと思いますね。空編成に合わせる時のこれめっちゃ強いです。さあ、そしてヒーリングトームもドラゴンライダーがどんどん HP を回復していって、まあ、マルチ IT とかにより強くなりますね。さあ、ロイヤルチャンピオンはここインビジブルを使ってあげて、まあ、フォックスのインビジブルのタイミングではなかったところでモノリスから受けてたんでね、いい判断ですね。さあ、外周部のライダーを生かすためのフリーズもこれもしっかり見えている。さあ、最終区画まで大量のユニットが集まって、ロイヤルチャンピオンはまだ能力残ってますね。圧倒的すぎる。いや、これちょっと攻撃側のバランスどうなんだろうって思えちゃうような感じではありますが。まあ当たり前だけど、うまいね、攻撃側もね。ドラゴンライダー5体残ってんじゃない？えぐ。さあ、余裕の全開。ナイスサラー。よ。めっちゃ強いね。クラッシュチャンプス。
セリーニョ。3時にシューターを置きつつ、クイヒースタートですね。フォックス使いのルートライダー1。スーパーバーバリアン8にペッカが1体だけ入っている。さっきもあったけど、ペッカの使い道っていうのもちょっと注目してみたいですね。どういう感じなんだろう。まあ、バルーンも9体いるんですけど、これは突撃艦とかではないですからね。ルーター使ってるんで。クイーンを置いて、フォーミングチェックをドカドカと投げていきます。このアーチャーター切りたいな。さあ、いい方、オールブレーカーで中央まで行きかけましたが、ここは死んでいきました。追加のウォールブレーカーは投げない。キングをここに投げていき、追加ウォールブレーカー入れていき、フリーズかけて確実にタウンホールの区画へ進むように。多分、超弾大砲のダメージとかがウォールブレーカーに入ったんじゃないかな。で、投石のスプラッシュとかがワンチャン当たったりとかで、コンボダメージで崩れた感じかな。さあ、外周部削んなきゃいけないんですが、シューターがダメージをね、穴を開けちゃってるんでね、右がちょっと怖いところですね。さあ、クエイク開けていくキング採用。クエイクキングさっきもありましたが、このクエイクどういうあれなんだろう。おもろいからつけただけかな。そんなに効果的な使い方にはなってないですよね。さあ、ルートライダーからのロイヤルチャンピオンウォーデン使って、ここはキングをストライカー処理。ルートライダーはもう縦ユニットとして使っていくようなイメージですね。ロイヤルチャンピオンの縦採用か。面白い。さあ、ここは、ロイヤルチャンピオンと、結構ちょっとモノリスはそれて進んでますね。9時の防衛施設は特にサイドカットは行わなかったので。さあ、ディギーの音もするウォーデンについてるのか。さあ、バルーンをモノリスに当てていきます。穴がルートライダーで開いたことで、これスーパーバーバリアンさせるようになってますね。クイーンもクロークってヒーラー出た感じですよね、これは。すごいな。もう新要素満載だな、いろいろ。さあ、ここでロイヤルチャンピオンは姿を消えていく。いや、フォックスめっちゃ強いな、やっぱり。レイジも強いし。カンスト防衛施設とはいえ、チャンピオン止まらない。さあ、圧倒的展開ですね。さすがワールドチャンピオン。さあ、ラストアタック、レックス、クイヒーのルートライダー7体。クエイク1枚採用ですね。ウッドランチャーなんで、ランチャーのサポートのクエイクになりそうですかね。ウォールブレーカー使って。なるほど。かなりわかりやすいですね。タウンホール14ぐらいから流行ってるようなやり方になると思います。このままクイーンを3時からタウンホールまで向けて、キングでイーグル真ん中空いたマルチ IT のところをウッドランチャー通しっていう流れになりそうですね。ヒーラーは撃たれてしまってるんですが、ここでしっかりクイーンでケアしつつ、で、ルートライダーは9時から流していくような流れですよね。昔これクイヒーのドラゴンライダーとかでやるようなやり方だったんですけど、ルートライダーとライダーと名前も似てるようにね、結構使い方としてはそんなにたがわぬ使い方ができるかな。ちょっと援軍と当たり方嫌な感じになってるんですけど、この火力耐えれんの？そうよね。ここはランチャーを通していきます。プラン通りですね。ちょっとクイヒーの呪文配分だったり HP 管理が難しいところがありましたかね。火力も高かったので。で、ルートライダーを3時に使いつつ、サイドカット。これはスーパーバーバリアンでサイドカットするようなイメージですかね。で、反対9時から1機のルートライダーパートスタートです。ランチャーの方はクエイクサポートもあったので、マルチ IT2 本折り。結構表情豊かですね、防衛側も。防衛側の方が豊かですね。さあ、ウォールブレーカーは使ったのか、ルートライダーが開けたのか、ダブル両方かな、これは。クイーンへの道が開いている。さあ、イエティがこれは、モノリスまで折ってくれるとめっちゃ楽になるぞ。さあ、これは、折ってくれて、モノリスの処理ができました。クイーンの方もいいタイミングでレイジを置いて、インビジブルターンにあとはフリーズ合わせるだけですが、先に打ちましたね。ちょっとクイーンの動きが広がってるので、この辺スーパーバーバリアンとちょっと違うところですね。ああいう上にね、広がらないようにスーパーバーバリアンでカットができるんですけど、ルートライダー採用なので。いやー、にしてもルートライダーが全く止まらないですね。多分ね、こんな数いらないと思うんだよな。クイヒーの場合。7体採用で1体クイーンへサポートしてこれでしょ？レイジジャムも強いし。余裕すぎますね。
ロイヤルチャンピオンも能力残し。圧倒的全開。さあ、最終アタック、ループですね。あ、これ多分今のやつですね。オーデンは、トーム、両方使ったんですね。ヒーリングトームとレイジジャムと両方使ってたんですね、今の。さあ、初手突撃艦を飛ばしていくような、クイヒーホグですかね。ホグの数は12体と相当少ないんで、まあ、オーデンも使っちゃってるんでね、この辺は。クイヒーホグというよりは、なんかサポートのなんかスーパーバーバリアンに近いような壁中の防衛施設をちょこちょこサージカルホグとして拾っていくようなやり方になるのかなと思います。さあ、援軍も釣りつつ、クラン城周りの防衛施設もかなり大きく削れましたね、突イエティ。まあ、当然ユニットは相当割いたので、イーグルの方はもう発動しています。さあ、ウォーデンでそれ投石まで拾いたいんだけど、いけそうかな？折り切っていく。えぐい。さあ、クイヒーの方レイジ置いて、イーグルも飛んでくるんでね、この辺早めのレイジでカバーしていきたいですね。特にクイーンのクロークとかを、アーチャー出るやつつけてないと、HP 回復とかもね、なくなっちゃうんで。いいルートですね、これも。アイゴレの方を9時でスーパーバーバリアンかな何かで処理をしているのもいい判断ですね。さあ、インビジブルギリギリウォールブレーカーたげられないように、ここはフリーズも使っていって、ゴリ押しリカバリー。で、もう一度フリーズ使っていって、かなり念入りにクイーンの HP をコントロールしてます。スーパーバーバリアンでしたね、アイゴレ9時は。で、キングの方上から使いつつ、消えるロイヤルチャンピオン12時採用。タウンホールの方までこれで撃てるようになって、速攻のクローク、アーチャー増えてるんで、通常のクイーンですね、これは。ポイズン打ちつつ、キングの方はフィスト使って、ストライカーでロイヤルチャンピオンのね、処理を見ています。で、防衛施設届かない3時、4時のところをホグライダー展開で、まあ、クイーンが触れないんでね、この辺は削っていきたいというような感じですかね。ただちょっと大砲とかも残ってしまったので、追加のホグも使って、これも止まんないっすね。結局クイーンの延命をずーっとしてるだけでクイーンが死なないし、消えるロイヤルチャンピオンがやっぱり、潰す手立てがない。まあ、ここでようやく巨爆とかも入って、ヒロペットようやく潰れるかなぐらいだったけど。さあ、目が1個しかないガーゴイルと2個あるガーゴイルと見せつつのナイス展開。パーフェクト。エグ。さあ、ウィナーはワールドチャンピオンズということ、ワールドチャンピオンズですね。ということでね、見ていきましたがいかがだったでしょうか。タウンホールガチ環境になるような対戦だったんですが、いいな、メダル。面白かったですね。全員全開を取ってタウンホール16になってもみんな、PS で取った世界チャンピオンだよっていうのがね、わかるような感じだったかなと思います。非常にレベル高かったですね、お互いに。クリエイターの方はね、普段 5V5 とかで活動してる方ではないんで、ある程度仕方ないかなっていうところですが、それでも13点取ってますからね。タウンホール15で同じメンバーで対戦したらこんなに点数取れないんじゃないかなって思うところもあるんで、特にディガホグのやつとかの伸びとかは、ロイヤルチャンピオンにつけたスプリットフォックスのエグさみたいなのがめっちゃ出てた感じがありますね。柔道のあれもね、めっちゃ伸びたよね、95%。この、レベルって言っちゃあれだけど、5V5 ね、本職で全くやってない人たちがこれだけ13点取ったりってなると、ちょっとプロ同士の対戦だとね、結構、押し数も高くなる15対14、15対15とかがね、結構、リアルな数字になってくる可能性もありますね。何もなければ。特に序盤は防衛施設上がってないんで、よりなりやすい環境かなと思いますが、そんな中でもね、PCAS とかみんな、うまいアタックが多かったので、すごい勉強になりましたね。はい。というわけでね、本日はこんな感じで終わりたいと思います。皆さん、こちらから、ちょっとね、レベルの高いアタックも多かったので、参考になるかどうか微妙ですが、タウンホール16の最先端のプロの攻めたちを見ていきました。個人的には非常に面白かったっていう感想かな、やっぱり。僕もね、全くタウンホール16の環境わからないので、こういう上手い人たちから学んでいくのが一番いいかなと思います。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レジェンドさんだったでしょう。さよなら。